こんにちは。今日は、アルガルベの、タビラという町にやってきました。タビラはですね、僕、昨年に、アルガルベはアルムフェイラに、旅行に来たんですけど、今年はもうちょっとアルムフェイラみたいになんていうんですかね、ツーリスティすぎず落ち着いててローカルな街に来たいなと思っていて、それでアルガルベ通の方々何名かに聞いたら、皆さんタビラを絶対ユータタビラが好きだと思うとおすすめしてくれたので、ここ僕のバイブにすごい合う街だと皆さん言っていたので、もう迷わずタビラに決めました。今日は1泊して2日タビラを楽しむ予定なので、ゆっくりと Vlog も撮っていこうと思います。これがタビラのランドマークとも言えるローマ橋です。この川がジローン川っていうんですけど、このジローン川にかかってて、ローマ時代に作られているので、もうかなり歴史の古い橋です。その後もちろん再建はされてるんですが、もうきちんと当時の名残が感じられる作りで、すごい歴史を感じます。すごい美しいです。今ローマ橋の上を歩いてます。ゆっくりできそう。ここにいたら気持ちが落ち着きそうです。ここが割と街の中心あたりにあるジャルディン・ダ・アラゴダという庭園です。周りに飲食店がいっぱい広がってます。ちょっと今週は平日かなりせかせかと働いてたので、一気にここに来て心がスローダウンしました。すごい気持ちが落ち着きます。とりあえず小道が全部可愛すぎて、あてもなくいろんな小さい道を行ったり来たりして雰囲気を味わってます。美味しそうな店も多いです。レストラン。川めっちゃ綺麗じゃないですか。全然泳げますよね。これ誰も泳いでないけど泳ぎたいな、ここで。この後ちょっと遠くに移動するんですけど、ただご飯食べるほどお腹も空いておらず、かといって長時間移動したらお腹減っちゃうと思うので、ジェラードを食べようと思います。ジェラード屋さんに向かいます。はい、今ペゴド・インフェルノという、滝に向かってます。その滝にずっと行ってみたく、結構険しい道を行くらしいんですが、しかも結構標識とかもないので難しいらしいんですよね。もうまさに今標識がなくて迷ってるんですけど、でも人の声聞こえるからこっちかな。これとかも軽くアトラクションですね。すごい自然豊かで綺麗。空気めっちゃ美味しいです。オレンジ畑が周りに広がってます。
この崖を降りてこなきゃいけないので、ちょっとちっちゃい子とか荷物多い人だと大変だと思います。道は意外と思ったより分かりやすかったんですが、こういう崖を上り下りしなきゃいけません。水がめちゃくちゃ綺麗で、魚がすごいです。魚だらけです。魚も人に寄ってくるんですよ。でもしかして角質食べる魚かなと思って足の裏差し出してみたら、めっちゃ何十匹集まってきたんで、多分あれですね、角質フィッシュですね。めっちゃいっぱいいて寄ってきます。すごい自然を感じれていいです。本当に人いっぱいいますけど、みんなマナーがあるし、すごいいい感じ、雰囲気がいいです。なんか滝の先からずっとこの小川が永遠に続いてます。ひたすら今歩いてってるんですが、ずっと続いてってますね。これどこにたどり着くんだろう。めっちゃ綺麗です。すごい。竹の風に揺れてる音がすごい癒しなんです。気持ちがいいです。一番先まで来たらこんな景色になってました。綺麗ですね。なんかですね、ここ来る前にいろんなレビューをひたすら見てきたんですけど、なんか来る時期によっては川というか一見の水すごい綺麗じゃないらしくて、で干上がってて全然泳げない時もあるらしいです。僕今日運よくですね、水綺麗だし水すごいいっぱい溜まってるんですけど、なのでタイミング次第ではあんまり楽しめなかったっていうレビューもいっぱい見かけました。来る道にお見せした急な崖使わないでも、ちょっと本当に1分ぐらいだけ遠回りしたらもうちょっと緩やかな降り道あったので、全然お子さんでも来れそうです。ちっちゃい子も親と一緒に降りてました、そっちの道から。なので、はい、行きに見せた道はちょっと難関コースなので、少しだけ先に行くと別の道があったので、全然ご安心ください。あれはちょっと良くないコースをお見せしてました。オリーブが鳴ってます。ここまで来るときウーバーで来たんですけど、来るときはシティから来たんで一瞬でもう3秒ぐらいでドライバー捕まったんですけど、帰りがやっぱりちょっとこれ山なのでなかなかドライバーが見つからないです。みんな断っちゃいます。今5分ぐらい探し続けてますが、ずっと断られます。どうしよう、全然見つかんない。今無事見つかりました。もったいないけど、もう普通のボルトだと見つからなかったんで、プレミアムボルトでやったらやっと見つかりました。結構もったいないですが、どうだろう、多分10分ぐらいの移動で10何ユーロだろう、7、8ユーロかな。まあでも仕方ないですね。もう全然見つからないです。帰りは皆さん、もしウーバーボルトで来られる予定の方は帰りお気をつけください。行きはすぐ見つかります。今日の宿にチェックインして、シャワーを浴びてすっきりして、また街に向かっているところです。街というか、街の中なんですが、で今日はそうお昼ジェラートだけだったんで、夜は早めに食べたいなと思います。せっかくアルガルベなので、もちろんシーフード食べたいと思ってるので、ちょっといろいろ目つけてる場所とか見ながらいい店に入ろうと思います。
いや、仲いいですね、本当に。街全体が土曜日だけどゆったりです。さあ、ではカステロ、キャッスルですねの方登っていこうと思います。なんかもう入り口からすごい綺麗だし、花がいい香り、なんかすごい好きな匂いがする。なんだこれ、イチジクだ。イチジクです。キャステロの頂上の絶景です。このタビラ城はですね、8世紀当時にここの支配をしていたイスラム系のムーア人ですねが建てた、要塞で、13世紀のレコンキスタの時にポルトガルに渡った場所ですね。ここは要するに異なる文明同士が戦い合った場所の一つなので、当時は本当に争いの最中にあった土地ですが、今はこんなに平和でピースフルな場所になっています。庭園がすごい綺麗です。イチジクの香りが本当に素敵です。キャッスルから歩いて30秒ぐらいのところにあるジャルディン・ド・ラルゴ・ドクター・ジョルジ・コレイヤという庭園です。いいですね。ここからも要塞の一部が見えて、すごいなんていうかロマンチックですね。食べ放題で、20ユーロなんですよ。ドリンクとデザートは別で、なのでまあお得かと思いますが、いっぱい食べない人は損かもしれないですね。僕さっきお見せしたぐらいの量食べてるので元取ってると思うんですが、あとちょっと食べ放題の系のカジュアルな店だったからかもしれないんですが、そんな市内リスボンで食べるシーフードと変わらない気がしました。すごい新鮮とかそんな感じはしなく、普通のお寿司でした。すごい美味しいとかもないので、いっぱい食べれる人にはおすすめですが、別に味を求めるんだったらもっといいお店ありそうな気はします。夕方になってさらに雰囲気がありますね。着きました。ミラドーロ・ダ・サンタ・アンナです。夕方の空がすごい綺麗ですね。すごい、こんなゴールデンタイム直前なのに誰一人として人がいません。
空が綺麗すぎませんか？すごいです。なんか不思議な感じ。夜になりました。この夜の静かなリバーサイドいいですね。お昼に見せたリバーサイドの飲食店が並んでるところに戻ってきました。いや本当に治安が良くて雰囲気がいい。いらっしゃってる観光客も皆さん家族連れとかちょっと年齢層高めなので、やっぱりアルバフェラとか比べるとすごいムーディーで落ち着いてていいですね。僕はこっちの方が好みです。本当にこの夜になったリバーサイドの雰囲気素敵すぎる。いや母親を連れてきてあげたいですね。ここ大人向きのアルガルベ隠れジェムだと思います。若い人にはもちろんラゴスとかアルバフェラの方が楽しいかもしれないんですが、絶対ある程度としていくとこっちの方が好きだと思います。これはリベイラ市場です。メルカドだからちゃんと午前中に来たらよかったですね。ちょっともう夜なので中のお店ほとんど閉まってると思いますが、一応入っていきます。やっぱそうですね、お土産以外は閉まってますが、でもなんか結構普通の生鮮食品だけじゃなくて雑貨系が多い市場っぽいですね。めっちゃ素敵じゃないですか、この街。想像以上に好きなんですけど、本当に小さい町なんですよ。めちゃくちゃ小さいんですけど、もう全部の通りと雰囲気が僕の好みです。これを求めてました、夏の終わりに。 Let's check souvenirs。 ウガルペタビラっていうのがないんですよね。やっぱみんなポルトガルかアルガルベなんですよね。タビラあったら欲しいなと思ったんですけど、かわいいな。いいな。おはようございます。タビラ2日目です。今日はですね、まずは朝食を食べに向かいます。朝の街めっちゃ綺麗ですよね。本当にゴミ一つないし、あとリスボンと違うのが、リスボンも綺麗だけど犬の糞がいっぱいあるのが結構問題なんですけど、犬の糞ないですね。犬と猫めっちゃいるんですけど、この街も犬の糞もないし、すごい綺麗。本当にいやいいな。本当に長期で暮らしてみたい。ここもやっぱり朝からちゃんと地域の職員さんがお掃除をしてくださってるんですね。素晴らしい。なんか結構ヨーロッパっていうとイタリアとかフランスの一部のツーリスティーな街の
ゴミとかタバコとかのイメージがあると思うんですけど、ポルトガルの街は基本的にそういうところは僕が知る限りはないです。比較的ヨーロッパの中だととても綺麗なので、クレンリネスに結構敏感な日本人にはとっても居心地のいい場所だと思っています。開けてみると想像と全然違う。卵黄、砂糖、アーモンド、シナモンで作られている。全然味の見当つかないですね。フォルガトン・ロドリゴっていうアルガルベの地方を代表するスイーツです。不思議な食感。シロップの風味が上品です。甘い。コーヒーに合うお菓子って感じですね。いやー、皆さん朝が遅いのでとっても静かですね。もう9時ぐらいなんですけど、とっても静かです。アルガルベってイチジクが有名なんですけど、なので街中リスボンも多いんですが、こっちはさらにリスボンよりもイチジクの木がいっぱいあります。すごいいい香りがする。ここがサリナス・ド・フォルト・デ・ラドという塩田です。この塩田、ピンク色合いがすごい美しいと人気のスポットで、アクセス良くないので人全然いないんですけど、これバクテリアとか苔類とこの塩田の塩度の強さが反応してこんな感じでピンクっぽく色が変わるらしくて、ちょっとここの塩田光で青く見えちゃうんですけど、そう実際見るとピンクくて、でタイミングがいいとこのピンクの塩田にフラミンゴが集まってたりという幻想的な景色を見ることもできるらしいです。今日はいなさそうですけど、でもピンクですごい幻想的です。とても綺麗です。結構でも水鳥がいっぱい集まってますね。フラミンゴはいないけど綺麗。ここシティの中心部から45分ぐらい歩くんですけど、そうこの塩田の名前になっているフォートデラドっていうのが要塞なんですね。17世紀に建てられてる。なんでせっかくここまで来てるので、要塞が本当に端っこにあるので結構遠いんですが、そこまでぜひ見に行ってみようと思います。多分これ一体ソルトですね。すごい結構大規模です。この塩田もう徒歩何十分圏にわたって広がってます。ここがもうめちゃくちゃピンクですね。真っピンクです。潮の結晶が綺麗ですね。すごい。多分一番大きいフィールド見つけたんですけど、ここすっごい綺麗です。これがフォルテドラトです。17世紀にジョアン4世がタビラの港を守るために築いたこの沿岸防衛のための要塞です。
要塞自体はもう全然整備されていないというか見どころはほぼないんですが、要塞から見える海の景色がすごい綺麗です。タビラアイランド行きのフェリー乗り場に来ました。タビラアイランドに到着です。フェリーからの景色もほんと数分ですがめっちゃ綺麗でした。ビーチの周りカフェとかお店いっぱいあります。すごい雰囲気いいです。ビーチすごい海が綺麗です。波がやっぱり弱いのですごい泳ぎやすいです。ゆっくりプカプカしてれるので、リズボン近郊のビーチとやっぱり違いますね。とっても泳ぎ向けですね。ゴラドベルリン買いました。美味しそう。クリームたっぷり。いや、このビーチですね、水温ポルトガルの海の中では本当に冷たくなくて、ポルトガルって本当に水温冷たいんですけど、そう全然ずっと泳いでられる心地よい水温で、とってもいいですね。ずっと入れそうです。予想以上に良かったので、予定より長めにここで今ゆっくりしてます。はい、じゃあビーチかなりゆっくり満喫したので、タビラアイランドを、立ってまたタビラのシティにフェリーで戻ろうと思います。すごい綺麗で心地のいいビーチでした。見えますかね。さっき話してたフラミンゴを偶然今歩いてたら見かけました。2匹歩いてます。さっきの塩田地帯ほどの真っピンクじゃないんですけど、タビラアイランドのフェリーターミナルからタビラのシティ行くまでの道の塩田もこんな感じでピンク部分ところどころあるので、ちょっと塩田アクセス悪いのでそんなにいっぱいピンク見れなくてもよかったら、全然フェリーターミナル行くまでの道でもちょっとだけなら楽しめますね。綺麗です、こっちも。さあもうすぐ、タビラからバスでリスボンに入る時間が近づいてきました。寂しいですね。すごい気に入ったので絶対また来たいと思います。母親を連れてきたいなと思います。ここは以前アルガルベ行った時はアルバフェーラだったので、やっぱり本当に若くて生き生きした、それも楽しくて素敵だったんですけど、でもこっちは本当にいらっしゃる方ももうちょっと年齢層高めで落ち着いていて、もうみんな本当チルというかゆったりした感じで、僕こっちの雰囲気の方が好きなのですごいそれが気に入りました。本当にメインで行った、滝と塩田と、あと今日のタビラアイランドのビーチですね、全部気に入りました。本当にもうどこも混んでないし美しいし、
やっぱり観光地化されすぎていないのが、タビラアイランドは多分8月とか7月に来たらきっと混んでるんでしょうが、9月の半ばなのでタビラアイランドもすごい空いててゆったりしてましたし、すごい良かったです。本当に昨日お伝えした通り、夜のタビラの街並みがすごい素敵でした。全然キラキラした感じじゃないんですけど、落ち着いた、なんていうか静かな美しい街、夜の感じすごいたまらなかったですね。ああいう感じ本当に大好きです。また来れるようにちょっと仕事も頑張って、お休みも取れるように、頑張ろうと思います。本当にアルガルベはいろんな美しい街があるので、ここ以外にも、いろいろですね探索したい街はありますが、でも今日は2回目のアルガルベ、タビラを選んですごい良かったなとつくづく思う一日でした。では、今からバスに乗るので、今回のブルがここでお別れです。視聴いただきありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。